皆さんこんにちは、ニンニンです。ニンニンです。こんにちは。さあ、今日はですね、はい、広島旅行1泊2日プランについてニンニンが考案したいと思います。わはい、どうしてこの動画を撮ろうかと思いましたかというと、YouTube を見てくださっている視聴者の皆さん、もう少し広島の景色を見たい、広島嬉しいっていういらっしゃること、そしてお店に来てくださった YouTube 見てニニに来てくださった方から広島旅行行くならこの後どこに行ったらいいですかねみたいな相談を受けることがすごく多いなと思いました。多いよね、なのでちょっと私たちなりに広島旅行を初めて来るのであればこういったプランがおすすめかなというのをちょっと考えてみました。ですのでこちらを皆さんの参考になればいいなと思って今日は動画を撮っております。はい、でまず前提なんですけれども、1泊2日、初めてのね、お家出て、昼ぐらいに広島に着いて、2日目の夕方ぐらいに帰るプランとして作っております。よくあるね。よくあるでしょ、みんなそんな感じじゃん、私たちが行ったことのあるお店を中心にピックアップしてます、と言いましてもお店いっぱいあるじゃないですか、なのでご自身でね遊びに来た時にこのお店雰囲気良さそうとか、あそこも気になるっていう感覚をですね優先してもらって、遊んでもらったらいいかなと思います。参考までって感じでお願いいたします。今日紹介するにあたってこちらに今出てますね私の提案プランマップを、差し上げております。皆さんにも。なのでちょっと一からさ言うてもさ計画立てるの大変なんですよっていう人に向けてこちらねもうそのまま持っていけばいけますので参考になればと思います。さらに文字だけではなくってマップで見たいんだけどっていう方に向けてこちらマップも作りました今回。おおすごい。マップこれも配布できるの？いけた。配布できる？いけると思う。なのでマップで見るなり、これ皆さんの Google マップに入れることができるので Google マップ開いたらもう私のマップがポンって入るので。どうやって？そうやね。概要欄からいけます。いけるの？はい。なのでちょっとそれも持って、言うたらしおりと地図ですよ。完璧やん。好きなんで私。ニニンが提案する広島旅行1泊2日。すごいね。なのでそちらもね合わせて活用していただければと思いますのでぜひぜひ最後まで動画をご覧ください。お願いします。ラテ飲むわ。ちょっと水飲むわ。ソイラテダブルショットで先ほど入れました。濃いめのねエスプレッソが好きなんですよ、ゆうかさんはね。美味しい。さあまず、すいません前提からいくんですけれどもどうやって広島に来るんですかって。広島ってどこですかって。だって正直チェンさん分かんなかったんですよ。分かんなかった。どこですかって感じだったのでこちらですね、中国地方にあります。めっちゃ基本的なところね。確かに中国地方の結構割と面積広めな広島県でございます。でこの広島にどうやって行くかと言いますと飛行機、新幹線、この2つが有力候補でございます。しかしながらですね飛行機の場合は LCC 格安航空様がですねあまり頻繁に運航がございませんので、成田以外の方で関しましては新幹線がおすすめでございます。新幹線はですね新幹線の広島駅に着いたらもうすぐに観光地に行ける利便性がありますので、初めてで行くのであれば新幹線がいいかなと思います。新幹線便利。じゃあ早速旅程に入ります。1日目昼過ぎに広島着きましたね。まずランチでしょう。お腹空いてるよね広島に来たらね。まずランチでしょう。やっぱりお好み焼きでしょう。そうでしょう。もしくは汁なし担々麺でしょう。汁なし担々麺も有名。私も知らなかったんですけど関東にいる時にお友達が「広島って汁なし担々麺有名ですよね」っていう子が何人かいたんですよ。
なので今回ちょっと入れてみました。広島駅に到着したら、広島駅の中にある駅ビル駅へっていう場所があるんですけれども、そこでランチすることもできます。もしくはもう市内に出てもいいんだよっていう方に関しましては、このフスマインドにですね、グルメまとめのページがありますので、そこのお好み焼きコース、汁なし担々麺コース、まとめております。そこでご自身のね、行きやすいというか興味がある場所に行ってもらってもいいと思います。そしたら広島駅から市電と言いまして、ちっちゃい電車ですね。広島市内を走り回るちっちゃい電車があるんですけれども、路面電車に乗るとすぐに観光地に行くことができます。まず観光地1日目おすすめなのが原爆ドーム。よっ、絶対外せない。そうでしょう、原爆ドームでしょう。広島の歴史を象徴とする建物でございまして、世界遺産です。広島県はね、歴史を振り返りますと、原子爆弾が落ちたところでございまして、その時に被爆した建物がその時のまま残ってるっていうものすごい建物なんですよ。知っとったかいね。ギリギリ知ってた。ギリギリ知っとった。だからもうね、やっぱね、そこはね、写真で見ても素敵なんですけど、やっぱ近くで見るとね、そうね、迫力あるね。迫力もあるし、その感じるものがあるよね。そしてもっと歴史に触れたい方に関しましては、広島平和記念資料館に行くこともおすすめです。そちらは原爆ドームから歩いて10分ぐらいの結構近い場所にあるんですけど、被爆したものが展示してあったりとか、戦時中の様子っていうのが紹介されている資料館があるんですけれども、そちらで感じる、勉強するもできます。ちなみにそこは私のおばあちゃんが絶対でって言ってますね。私が5回ぐらい行ってるんですけど、広島に帰ってきた時も言われました。行ったって挨拶しに行くみたいなテンションなの。次、原爆ドームから徒歩2分、折り鶴タワー。比較的新しくできた建物なんですけれども、何かというと展望台が一番上にあって、広島の市内を見渡すことができる場所になってるんですね。でそこがどうしていいのかっていうと、先ほど紹介した原爆ドームとか、資料館とか一望できるんですよ。広島城も近いよね。近い。見えるかな。見えるんじゃない？めちゃめちゃ近いよ。見えたら教えてください。折り鶴タワーっていう名前の通り、折り鶴を実際に係の方とね、こうやって折り紙で折って、それを高いところから落として見るっていう体験があるんですね。ファーって鶴が舞っとるのを見るっていう。それがどうなるかっていうと、こうね、積もっていくんですよ。積もっていくのが外から見えるんですけど、これだけの人が広島に来て平和を祈って鶴を折ってくれたんだっていうのがね、住んでる身からすると嬉しいですよね、あれが。あとただこうファーって落ちてく鶴も等しい、回るんよ。でも空中落下やから、ファーっていくからのがおすすめですね。お子さんいる方もね、一緒に折ったりして、折りながら平和を祈ったりするっていうのもすごい広島ならではの体験かなと思います。次、広島城。広島城、原爆ドームから徒歩15分ほどでございます。ちょっと離れるんですけれども、城好き集まれって感じです。城好き集まれって感じです。広島城は他の城に比べるとそんな、かっこいいですよ。かっこいいんですけどコンパクト。他の城に比べてコンパクトです。サクッと回る。サクッと回れる。あとその原爆ドームから行くっていう、その歩くっていうのも緑が豊かなところを通れるので、お散歩も楽しいかなと思います。道いいよね。観光地いっぱい回りました、疲れましたよね。ということで、ここでカフェしましょうってことで、私たちのニニにおいでませよっ
CM ですかって、すいません、ちょっと広島城から近いもんね。そうなんですよ。もう本当になんか申し訳ないんですけど、ここで私たちの話するの申し訳ないんですけど、ニニがちょっと近くて。でもこれニニにね、ニニの YouTube 見てきてくれた人おすすめしてるやつだから、ちょうどいいんじゃない？ちょうどいいと言わせていただきます、言ってやりましょう。で、はい、私たちコーヒー屋さんしてます。はい、ニニっていうお店です。で、営業時間はよかったらインスタグラムを拝見していただいて、もしコーヒーとプラントベースグルテンフリーのスイーツ食べたいなっていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ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 遊びに来てください。よろしくお願いします。そしたら次、はい、そろ夕方ですかね。そうよね。ニニ結構ゆっくりできるからね。ゆっくりできるから、そろそろ夕方ですよね。夜ご飯。夜ご飯。お好み焼き派のあなた。はい。ロペズさんいかがでしょうか。うわ、ロペズ好き。行きたいやろ。うん、行きたい。しかもニニから近かったんだ。歩いて、はい、16分。近い。いいでしょう。川なんで歩く場所。多分その頃夕焼けでしょうよ。おお。キラキラ。広島の川。広島はね、川が有名な県ですから。そちらでね、ちょっとお散歩してロペズさんで、ご飯を食べるのもいかがでしょうか。お酒好きなんです、ディープな広島知りたいですっていう方、はい、広島駅西いかがでしょうか。おお、駅西ね。知らんやろ。あれ広島駅の方じゃん。お、そうそう、そうよね、知ってた知ってた。駅西はですね、広島駅の西にあるから駅西っていうんですけれども、もともと戦後に建てられた古民家があった場所をリノベーションして飲食店がいっぱい集まっている飲み屋街ですねになっております。そこまで知らなかった。うん、そう独特の雰囲気でね、またあれがいいんですよ。こうちょっと迷路になってる感じで、幅広いです。お店もお好み焼きもありますし、立ち飲みのお店もありますし、本当こうやって見ながら、あ、ここ雰囲気良さそうだなみたいな感じで入ることができるので、お酒好きな方いいんじゃないでしょうか。流川いかがでしょうか。流川っていうのは、その場所の名前ですね。そちらも飲み屋街なんですけれども、ちょっといい感じのお店とか、お酒の居酒屋もありつつ、なんていうんですかね、幅広い、価格帯で楽しむことができるので、繁華街お好きな方は流川いいんじゃないでしょうか。もちろんこれ以外にも、その X マインドの上の方にまとめてるお好み焼きまとめ、汁なし担々麺まとめとかありますので、その辺を参考にしながら行かれるのも、昼選ばなかった方行ってみて。そう、もういいと思います。じゃあもう疲れましたよね。疲れた。ホテルゆっくりお休みください。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。2日目になりました。デイ2。デイ2。宮島行きましょう、皆さん。おお。サビやね。広島。サビよね。サビ。広島といえば、宮島ですよ。厳島神社。厳島神社。そうや。で宮島っていうのはですね、こちらにありますね。瀬戸内海に浮かぶ島でございます。でそこにある厳島神社がかの有名な世界文化遺産に登録されております。しかも日本三景の一つです。おお、知ってた？そこまでは知らなかった。そうで、宮島は、ほとんど歩いて散策する場所になるので、動きやすい服で行きましょうね、皆さん。ベストシーズンに行きたい方は秋行かれることをおすすめします。なぜかというと、もみじ谷公園があるぐらい、もみじがすごく美しくで、そういうとね、鹿さんがね素敵なのよ。そういったちゃんとベストな宮島見たいっすみたいな方でしたら秋がおすすめですけれども、緑々しい感じも好きだったけどね。緑々しい感じ、夏とかね。でその宮島への行き方よく聞かれるんですけれども、車で行くべきか JR で行くべきか。はい、私たちは JR、おすすめします。絶対 JR。JR で行く理由は電車は混みますけれども、比較的
予定通り時間に着くことができます。車の場合はかなり早い時間に出て10時前とかに宮島に着ぐらいの気持ちで行かないと、車が本当に昼頃は混んで全然進めなくなるので、駐車場がね、駐車場待ちもかなりあるので、結構ちょっとその辺心配だなっていう方は電車おすすめします。もし車の方は早めに出れば大丈夫かなと思います。そして宮島口っていう駅から宮島に渡るにはフェリー、発音いいね。フェリー乗っていくんですけれども、2つありますよ。皆さんついてきてくださいね。まず第一 JR 様運営のフェリーがございます。大鳥居を写真に収めたい人は JR の方に乗ってくださいね。赤いあれね。そう、鳥居、こういうやつ。海の上に浮かぶ鳥居がまあ美しいわけのフェリーの一番上の野外スペースあるじゃないですか。あそこに乗ってこうやってやれて落ちないように気をつけてね。皆さんこうやってやれって写真撮ることも可です。2個目、こちらに並んでくださいね。皆さんは、松田一騎船様のフェリー。こちらはですね、直線電車でパーンって宮島に行くので、まあ早い。宮島に無事に着きましたら宮島を散策しよう。皆さん歩きやすい靴で来てくださいね。これは外せないでしょう。厳島神社。はい、そりゃそうだよね。厳島神社は先ほども言った通り世界文化遺産に登録されておりまして、何が美しいかと言いますと、潮の満ち引きで鳥居の景色が変わる、あれが圧巻。すごいよね。神秘的です。で、海に浮かぶ鳥居で朝と夜の時間はしっかり浸水してるので、ちょっと海の感じであれ潰れた？大丈夫？浸水してる感じなんで、海と鳥居を撮ることができます。昼過ぎぐらいの時間になってくると鳥居まで歩いていける、潮が引いて、歩いていける感じになるので、この鳥居を、間近でね、撮ることができます。あれはすごい。でこちらはちょっと季節とか日によって若干その潮の動きっていうのは変わるので、宮島潮見表って調べたら確実にその時の時間がそう出してくれてるので、そちらも参考にしてみてください。親切で、かつ入場料を支払うと厳島神社の中まで入ることができます。中に入るとこうね、すごいね、あれもうスパンと鳥居を見ることができるビューですわ。境内からね。そう、見ることがまっすぐ鳥居に向かって、あれすごいよね。ぜひもう宮島に行かれたらですね、中まで入ってみてください。宮島散策しよう。鹿。鹿いるね。皆さん鹿いますよ。野生の鹿さんいますよ。会いたいですよね。でもあまり近くに触らないようにしてくださいね。お菓子あげたりとかね、あんまりしないでくださいね。ビニール袋とかかじっちゃうからね。からね。で怪我しちゃうので、お互いに鹿さんも人間様もお互いに。なので可愛いなーってちょっと写真撮ったりとかねしてみてください。そして次、宮島水族館。宮島マリンとも言われますけれども、広島で水族館に行くとしたらここ、しかないことはなかった。言い過ぎるところですね。危なかった。でイベントもされていますので、公式ホームページで確認してみてくださいね。そしてまだまだあります、観光スポット。未線読めるかな？未線お山です。宮島のロープウェイがありますので、そこに乗ってこの未線の山頂手前まで行くことで、山の上から宮島の展望を拝見できます。そして次、もみじ谷公園。こちら秋が特におすすめですけれども、もみじの名所となっております。その麓で食べるもみじまんじゅうなんて、確かに広島といえばもみじだもんね。がおすすめでございます。本当はもっともっとまだまだあるんですけれども、ピックアップさせていただいたのが以上ですね。そして次、宮島といえば観光名所もありますけれども、グルメなしには語れんでしょ。そうですよね、皆さん。みんな待ってたよね。グルメはって安心してください。まず
宮島に行く前の場所にも名所あります。宮島口、はい、電車から降りて宮島のフェリー乗り場に行くまでの間、ここも楽しいんですよ、にあります。あなごめし上野さん。よいしょ。美味しい。好きよね、みんな好きよね。でこちらは老舗のあなごめしのお店なんですね、で店内利用は予約が不可で、たくさんの方が並ばれております。もしどうしても中で食べたいよって方はお時間ゆとりを持って行くことをおすすめしますが、持ち帰り用のお弁当がございます。そちらは予約も可能ですし、数十分でも出来上がるので、予約してなくてもちょっと待っておけばお弁当を手に入れることができます。次、焼き牡蠣。焼き牡蠣、さまざまなお店で焼き牡蠣は販売されていますので、こうやって歩きながら焼き牡蠣とか書いてありますので、ここ雰囲気良さそうって思ったらぜひぜひ入ってみてください。私たちがよく行く焼き牡蠣のお店はマップに載せてますので、もしよかったらねそちらも参考にしてみてください。次、もみじまんじゅう。広島駅など土産のお店でも購入可能なもみじまんじゅうなんですけれども、宮島でしたら焼かれている様子を見ることもできます。ガチャンガチャンって工場みたいに、そうでしかももみじまんじゅう食べてみてこれ好きって思った方はぜひメーカー違いでももみじまんじゅう楽しんでみてください。錦戸さん、藤井屋さん、山田屋さんなど様々ございますので、ちょっと違うもんね。そう、ちょっと違うんですよ。だからバラ売りもされてるんでね、こうやってちょっとずつ買ってみて食べるっていうのもおすすめです。次、ぺったらぽったら。なんでぺったらぽったらそんなんあったっけ。もちもちのお米の上に牡蠣バージョン、アナゴバージョン2つあるんです。でそれを楽しむ一口サイズの食べ歩きの無添加で手作りにもこだわっているそうなので、めっちゃいいよ。そう知らんかった。次食べよう。次食べよう、おすすめです。でもちろん商店街もたくさんあって、たくさんいいお店はいっぱいありますので、気になったお店にぜひぜひ皆さん入ってみてくださいね。僕はぺったらぽったら食べます。ジブリの妖怪みたいな名前。ぺったらぽったら言いたくなるよな。はい、皆さん宮島観光お疲れ様でした。大体夕方前ぐらいかな。半日以上はいちゃうよね、きっとね。3時4時ぐらいですかね、今の時間。そしたら広島市内に戻りましょう。JR 乗ってね、広島駅の駅ビル駅へで過ごすのがいかがでしょうか。駅へのグルメもすごい盛り上がってますよ。結びの武蔵さんでお弁当を買うのもよし、寿司たつさんで瀬戸内のお魚を中心にしたちょっといい回転寿司で締めるのもよし、そしてそこで駅へでお土産を最後に調達して帰りましょうかね。広島メーカー、もみじまんじゅう。ちなみにもみじまんじゅうの中でも錦戸さんの生もみじも好きです。美味しいね。で広島のメーカー皮通り餅。牛皮にくるみときな粉をまぶした餅好きにはたまらないメーカー。賞味期限めっちゃ短いやつ。めっちゃ短い。逆に安心。確かに。そして私たちの動画にもかつて出場したことがある八朔ゼリーもおすすめです、いかがでしょうか。八朔ゼリー、広島県出身のポルノグラフィティさんの出身地、広島の因島という島の八朔をふんだんに入れたたっぷりゴロゴロ八朔ゼリーでございます。私たちのね出会いのねスイーツではありますけれど、あれだね、もしよかったらその動画もね見てみてください。ってな感じで出発時間になりましたね。お疲れ様でした。1泊2日どうでしたか。楽しかったですか。これで新幹線に乗っていただいて、ね、楽しかったな広島旅行って思い返しながら、思い出にふけて帰っていただけたらと思います。以上が私たちが提案する初めての広島1泊2日旅行でございました。いや、いいんじゃないですか。どう？いや、すごく良かった。皆さんどうでした？コメント欄で教えてください。教えてください。めっちゃ頑張って作ったね。暑いね。ちょっと飲んでいい？
もしこれ以外にも広島の魅力いっぱいあるよーって言いたい方はですね、ぜひぜひコメント欄で教えていただけたらと思います。確かに僕らもまだ知らないところがいっぱいあるんでね、教えてほしい。教えてほしい。このマップの中のすごくちっちゃいところにですね、もっと広島に滞在予定の方におすすめスポットっていう場所だけ挙げてるので、尾道とか三段峡とか、めっちゃ長くいる人もいるもんね、たまに。そうですよ。嬉しいよね。2週間とか滞在する人いるから。そういう方に関しましてはちょっともっとディープな広島場所だけも映してるので、よかったらね見てくださいね。マップとダウンロード方法についてご説明します。概要欄の URL をタップ、そしてご自身の Google マップを開いてください。下にある保存済みをタップ、マイマップをタップすると広島旅行マップがダウンロードされていると思うので、こちらをタップするとこんな感じでご自身の Google マップに私たちが保存したピンが立てられています。ぜひぜひ参考にしながら素敵な広島旅行をお迎えください。マップ通り来たらよかった。はい、以上でございます。ありがとうございます。ここで紹介しきれなかった個人的によく行くお店とか、おすすめのカフェなどもマップの方には紹介しきれてない部分載せてますので、コーヒー屋さんとかね、コーヒー屋さんとか、カフェとかも追加で載せてますので、ぜひご覧になってください。では今日は2人の提案する初めての広島旅行1泊2日プランでした。ぜひぜひ皆さん参考にしていただければと思います。では広島でお待ちしてますまたねー。ニニンがね、広島駅からすごい近い新白島駅っていうところがあって、その駅から徒歩1分2分でニニンなんですよ。だから来てすぐでも、帰り間際でも時間過ごした必死やん。ニニン来てYouTube を見てる人と喋りたいのよモチベーションになって。みんなありがとうございます。